こんにちは、くまこです。私は今、羽田空港にいます。今日は熊尾と日帰りで旭山動物園に行ってきますので、園内の様子などをお伝えしたいと思います。今日の東京の天気は晴れですが、旭川の天気はなんと雨の予報です。旭山動物園は雨でも楽しめるのでしょうか？どうぞ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。旭山動物園の正式名称は旭川市旭山動物園、日本最北の動物園です。動物の自然な生態が見られる行動展示で有名になり、現在は北海道を代表する観光地になっています。ただいまの時刻は朝7時45分出発ですので、そろそろ搭乗ゲートへ移動します。それでは行ってきます。ということで、旭川空港に到着しました。ただいまの時刻は9時30分。まずは、美味しいと評判のソフトクリームを食べに、旭川空港2階にあるミルクスタンド、エスペリオにやってきました。くまこはソフトクリームが大好きなので、迷わず、おこっぺ牛乳のソフトクリーム、レギュラーサイズを注文。くまおも同じものを注文しました。コクがあって、クリーミーなソフトクリームでした。とても美味しくて、ゆっくり味わいたかったのですが、溶けやすいので早く食べないとどんどん溶けてきます。カップでの提供もできるので、ゆっくり味わいたい場合は、カップの方がいいかもしれません。ただいまの時刻は午前10時。そろそろ旭山動物園に移動したいと思います。旭川空港から旭山動物園までは直通バスが出ているようなのですが、1日1往復のみ。しかも土日祝日のみ運行とのこと。この日は9月下旬の平日でしたので、直通バスは出ていない。ということで、事前に予約しておいたレンタカーで移動します。
ついに到着しました。旭川市旭山動物園。ただいまの時刻は10時30分。正門の駐車場はすでに満車になっていて、西門の駐車場に案内されたのですが、意外にも園内の中央付近にあり、移動に便利そうです。入園料は大人1人1000円です。チケットは窓口でも購入できますが、券売機もありますので、こちらでも購入が可能です。入園すると園内マップがありましたので、どのように回るかを考えます。このように1日のスケジュールも掲示されていますので、それに合わせて行動するのもいいかもしれません。今回クマ子たちは西門からのスタートなので、このように左回りで見ていくことにしました。まず最初にやってきたのはキリン舎。こちらでは大きな網目キリンが見られます。網目キリンは名前の通り、網目状の模様、長い首、長い足、長い舌が特徴で、40センチメートルほどある長い舌を絡め取るようにして、高いところにある木の葉を食べるそうです。タイミングよく網目キリンが食事をしているところを見ることができました。キリン舎にいるこちらの鳥はホロホロ鳥。ホロホロ鳥は骨質の突起と咽頭部にある赤や青の肉吸いが特徴。飛行はできませんが、短距離であれば飛翔することができるそうです。そして集団生活をするそうですよ。確かに集団生活していますね。このように旭山動物園では新たな取り組みとして、異なる動物を同じ場所で飼育する混合展示も試みています。この展示方法は動物たちのストレス解消効果もあるそうです。そして旭山動物園の理念は、伝えるのは命。動物たちのありのままの力、行動、仕草の中に命の凄み、美しさ、尊さを感じてもらい、野生動物の保護や環境問題について考えるきっかけを提供し、動物たちが私たちと対等な生き物であると思えるような動物園でありたいという思いが込められているそうです。この動画を通して旭山動物園の理念が少しでも多くの人々に伝わるよう頑張ります。ということで、キリン舎の向かいにあるカバ館にやってきました。こちらはカバの親子。呼吸のタイミングも一緒で、もう本当に可愛い。カバは目と耳と鼻の穴が顔の上部にあるので、体が水中にあっても目と鼻だけを水面に出して呼吸することができます。泳ぎも潜水も上手で6分間ほど潜っていられるそうです。カバの屋内放飼場は地下でキリン舎とつながっていて、水中でのカバの動きを下からも観察できるようになっています。面白いですよね。カバ館にはダチョウの屋内放飼場もあり、ダチョウも見ることができましたが、毛づくろいで忙しいようで、こちらには来てくれませんでした。次にやってきたのは子供牧場。多くの小屋に梅とゆずという名前の豚さんがいるようなのですが、わかります？雨が激しいのでなかなか外へ出てきてくれません。諦めて次へ行こうとしたまさにその時、餌につられて外に出てきてくれました。どっちが梅でどっちがゆずですかね。
こちらには羊がいるようですが、やっぱり雨が降っていたせいか、外にはこの子しかいませんでした。こちらはヤギの放飼場。ヤギも雨宿りしています。そしてこちらの小屋の中にはウサギやモルモットなどの小動物がいます。こちらのスペースでは小動物たちと直に触れ合う時間、触れ合いタイムが毎日開催されているそうですが、今日はこの天気なのでどうなるのでしょうか。小屋の中には可愛いウサギがたくさんいました。見ているだけでも十分癒されます。そういえばお家で留守番している我が家のウサはどうしているでしょうか。見守りカメラをセットしてきたのでちょっと見てみたいと思います。寂しがっているかと思いきや、なんか爆睡していますね。しかも夢を見ているようで口が動いています。何かを食べている夢でも見ているのでしょうか。あまり寂しがっていないようで安心しましたが、クマ子としてはもうちょっと寂しがってほしいものです。とりあえずほっとしました。さてさて、旭山動物園に戻りまして、子供牧場の小屋には可愛いモルモットもいました。続いてやってきたのは子供牧場の向かいにある鶏、アヒル舎とクジャク舎。もともと子供牧場で飼育していたのをこちらに移設したらしいのですが、アヒルは雨の中でも元気でした。こちらの鶏舎は施設の高さを生かして樹木を設置し、人と同じ目線で体の特徴を観察できるようにしています。見立ての卵もありました。そしてクジャク舎にいたのはインドクジャク。オスは頭部や頸部は青色で美しい常尾頭という長い羽が特徴。メスの特徴は首は緑色ですが全体的に褐色。オスよりも少し小さいそうです。どれがオスでどれがメスかわかりますか？次にクマ子たちが向かったのはクモザル、カピバラ館。残念ながらカピバラは体調不良のためお休みでした。クモザルも冷たい雨に打たれて丸まっていました。続いてカピバラ、クモザル館の向かいにあるサル舎にやってきました。こちらはサルの仲間の進化の過程を観察することができる施設です。出窓に暖房機を設置したサンルームではこのように間近でサルたちを観察することができるんですよ。そのままサル舎の隣のテナガザル館にやってきました。こちらの施設はシロテナガザルとキョンが共存していて、シロテナガザルが運動能力を存分に発揮できる工夫がされています。ただシロテナガザルも今日はこの雨で元気がなさそうです。天気が良ければここを腕渡りしながら空中を飛び回ったのかもしれませんね。
今日も寝てました。続いてテナガザル館の向かいのチンパンジー館にやってきました。ガラス1枚で仕切られている屋内放飼場では今まで感じたことがない距離でチンパンジーを観察することができます。屋外放飼場では様々な遊具を使って遊ぶ姿を見ることができます。そしてこちらはオランウータンカ。グーにはおしっこをするそうなので近づけません。オランウータンカンの向かいにはトナカイ舎があります。クリスマスでおなじみの冬の寒さにも強い動物です。歩くときにカチカチと音がするそうですよ。雨音がすごすぎて足音が聞き取れませんでした。かわいい自動販売機の隣にはエゾヒグマ館があります。屋外放飼場には北海道の在来の木や淡水魚が泳ぐ渓流があり、川の中の様子を見ることができる場所もあります。屋内放飼場はガラス1枚で仕切られていて間近で観察できるのですごい迫力を感じることができます。続いてやってきたのは猿山です。それにしてもひどい雨です。どこかに雨男がいるのではないでしょうか。こちらにはニホンザルとイノシシが共存しています。通路が山を囲んでぐるっと傾斜しているので高いところから低いところまでいろいろな角度からニホンザルを観察できます。猿山の次にやってきたのは北海道産動物舎。こちらの施設は大きなバードケージ場の中に小分けにした小さなケージを設置して北海道で見られる動物を中心に種類ごとに展示しています。北海道の大自然の中を歩いている感覚で観察できます。続いてやってきたのはエゾシカの森。放飼場には約6メートルもの岩場が設置されていて急な斜面を駆け上がる様子が見られるそうなのですが、今日はこの天気でしかもやる気が出ないようです。そしてエゾシカの森の隣は狼の森になっています。エゾシカの森と狼の森が隣り合っているのには実は理由があったのです。明治時代に入り狼は家畜を襲う怪獣とみなされるようになり報奨金がかけられて積極的に捕獲殺害されました。その結果食物連鎖のバランスが崩れ狼という捕食者がいなくなったことで鹿などの野生動物が大繁殖し農作物や森林さらには生態系全体にも悪影響を及ぼしています。そんな問題を考え直してみようというコンセプトで隣同士になったそうです。単調者では狼と同じように人間の乱獲などにより減少した単調ズルが見られます。人と野生動物の共生について考えさせられます。次にやってきたのはマヌルネコ舎。マヌルネコはモンゴル語で小さい山猫を意味するそうです。家猫くらいの大きさで
主に泣きウサギなどを食べるとのことなので見たかったのですが、小屋の一番奥で寝ていてよく見えませんでした。起きていればこんな感じらしいです。こちらはマヌルネコ舎の隣にあるレッサーパンダ舎。レッサーパンダ舎は吊り橋側と出窓タイプに分かれていて、吊り橋側ではレッサーパンダが移動する様子や木登りをする姿を見ることができます。一方、出窓タイプの方では寝ている姿や餌を食べている姿などを間近で観察することができます。続いてやってきたのは猛獣館。猛獣館は旭山動物園の人気の火付け役となった施設です。ヒョウやトラ、ライオンをいろいろな角度から観察することができます。こちらのアムールヒョウは野生下で100頭余りしか生息が確認されていない絶滅危惧種に指定されています。こちらにはユキヒョウがいるのですが、どこにいるかわかりますか？ユキヒョウも人による密猟や温暖化の影響で絶滅の危機に瀕しています。こちらはアムールトラ。中国東北部からシベリアに生息しているトラで、野生では約500頭しか生息しておらず、こちらも絶滅の危険性が高い動物だそうです。そして百獣の王ライオン。現在は絶滅の危機は少ないようですが、自然破壊とともに減少の一途をたどっているそうです。それにしても百獣の王らしからぬ姿ですね。ライオンも雨の日は憂鬱なのでしょうか。猛獣館の次にやってきたのは北極熊館。北極熊館には飛び込みや泳ぐ姿を観察できる巨大プールが設置された展示場所と、陸上での姿を観察できる堀を利用した檻のない放飼場があります。この時は北極熊はプールにおらず、こんな風に地上をうろうろしていました。近くで見れたのは良かったのですが、プールで泳ぐ姿も見たかったです。続いてやってきたのはアザラシ科。北海道内の漁港をイメージした屋外の展示場には、アザラシの野生環境を再現するためにオジロワシとオオセグロカモメも飼育しているそうです。館内にはアザラシの特徴的な泳ぎを観察できるマリンウェイと呼ばれる円柱水槽や大水槽があります。アザラシが期待以上にマリンウェイを通ってくれるので、大水槽を見たりマリンウェイを見たり、とにかく忙しいです。でも楽しい忙しさでした。ここでちょっと休憩。アザラシ館内の旭山動物園中央食堂にやってきました。注文したのはこちら、ジンギスカン唐揚げとエゾシカ入りメンチカツ。ジンギスカン唐揚げとエゾシカ入りメンチカツ。命に感謝しながら熊尾と美味しくいただきました。ごちそうさまでした。そして最後にやってきたのが、熊子が最も楽しみにしていたペンギン館。現在は4種類のペンギンが飼育されているそうです。館内には360度見渡せる水中トンネルがあり、ペンギンが飛んでいるように泳ぐ姿を見ることができます。
冬に行われるペンギンの散歩は人気イベントで大変有名ですよね。こちらはキングペンギン、別名王様ペンギン。皇帝ペンギンに次いで2番目に大きな種類のペンギンらしいです。そしてこちらは岩人ペンギン。目の上に眉のような黄色の羽毛があるのが大きな特徴です。地上では他のペンギンのようによちよちと歩かず、両足を揃えて飛び跳ねながら移動するらしいです。館内に入ると光に包まれた水中トンネルが現れます。水がとても綺麗でペンギンの姿がよく見えます。ペンギンが本当に空を飛んでいるかのように見えて、その生き生きとした姿に感動すら覚えます。こちらはジェンツーペンギン、皇帝ペンギン、キングペンギンに次いで3番目に大きく、ペンギンの中では泳ぐのが最も速いペンギンだそうです。尾羽が長く、両目をつなぐ白い帯模様と、くちばしの両側が赤色、または橙色なのが特徴です。熊尾のスマホに興味津々のようです。これまでにいろいろな動物園や水族館でペンギンを見ましたが、この距離の近さやペンギンの人懐っこさは旭山動物園だからこそですね。トンボも可愛いペンギンたちを見つめていました。ペンギン館から出てくると雨が止んでいました。ただいまの時刻は午後2時30分。旭山動物園には約4時間ぐらい滞在して全部は回りきれませんでしたが、見たかったところはほとんど回れたと思います。せっかく旭川まで来たので、これから旭川ラーメンを食べに行きたいと思います。熊子たちが向かったのは旭川ラーメン村。ということで到着しました。旭川ラーメン村。こちらは旭川が誇るべきラーメン文化をもっと広く知ってもらおうという市民意識の盛り上がりの中で1996年8月に誕生したそうです。旭川の有名店が入居しており、一箇所で食べ歩きができるので手軽に旭川ラーメンを堪能することができるとのことです。熊子たちが訪れたのは旭川ラーメン一鉄庵。熊子はとろチャーシュー麺の塩を注文。熊尾はダブルチャーシュー麺の醤油を注文しました。こってりとした塩ラーメンですが、しつこさはなく一気に食べてしまいました。雨で冷えた体によく染み渡る味でした。熊尾の醤油ラーメンも一口いただきましたが、コクのあるスープに縮れ麺がよく絡み、とても美味しかったです。ごちそうさまでした。ただいまの時刻は午後4時。帰りのフライトは夜8時なので、もう少し時間があります。ここまで来たので、美瑛までドライブすることにしました。
ただいまの時刻は午後5時。そろそろ旭川空港に戻ります。ただいまの時刻は午後6時30分。レンタカーを返却し、旭川空港2階にある二条亭で夕食です。こちらはミニ丼2種のセット。小ぶりのお椀に贅沢に海鮮が盛り付けられていて、量も味も大満足。すべて美味しくいただきました。ただいまの時刻は午後9時。搭乗予定の飛行機の到着が遅れたため、今日も1時間遅れの出発となってしまいました。ただいまの時刻は10時45分。無事に羽田空港に到着しました。今回初めて旭山動物園を訪れましたが、この動物園が多くの人々に愛される理由が分かったような気がします。行動展示により動物本来の生き生きとした姿を間近で見ることができ、大きな感動と新しい体験を得られるからだと思います。ただその裏では、飼育員やスタッフの皆さんの飽くなき努力や挑戦、動物たちへの大きな愛情によって旭山動物園が作られていることを忘れてはならないと思いました。これから行かれる方は、そんな旭山動物園のスタッフの方々の思いを感じながら動物たちを見て回ると、もっと楽しめると思います。それから園内は坂が多いので、雪の日は滑らないように気をつけてください。それではまた次回お会いしましょう。